フェアレディ Z33 の2005年式です。トヨタ86 2012年式になります。トヨタの18マジェスタ平成16年式です。平成25年式のクラウンアスリートです。 GR86 2021年式です。29年式レクサス IS です。日産スカイライン2014年式です。アウディ A7 2011年式です。フェアレディ Z33 の2005年式です。この車のこだわりは外装、特に面にこだわってます。色はもともと黒だったんですけど、日産のキックスの純正色の RAA がすごく気に入ったんで、このダークブルーに塗らせてもらっています。スピリットレイさんのフェンダーをつけてて、フロントフェンダーが 55mm オーバーでリアが 85mm オーバー、それに合わせてホイールのサイズも決めてやってます。フロントはワークさんのマイスターの L1 を使ってて、サイズは 12.5J のマイナス68です。タイヤは南韓さんの AR1-26535 を使っています。ナックルは純正のナックルを加工して使っています。フロントのローアームはマックスドリフトさんのスーパーアングルキットのバージョン3を使っています。アッパーマウントは純正はなかったので、エアフォースさんで特注で作ってもらって使用させていただいています。フロントのキャンバーは前下げにした時で16度で調整しています。リアのホイールもワークさんのマイスター L1 の 14.5J マイナス106の18インチを履いています。タイヤは南韓さんの AR1 の31530を使わせてもらってます。リアの闘魂はメーガンレーシングさんの闘魂使用させてもらってて、タイロッドエンドとトラクションロッドも交換させてもらってます。リアのキャンバーは前下げの時に18度で調整してます。マフラーはアミューズの R1 チタンを延長加工して使ってます。この車にはエアフォースさんのスーパーパフォーマンスキットがついています。チームの先輩たちがエアフォースさんを使われてて、めちゃくちゃかっこいいなと思って同じのを購入させていただきました。タイヤの空気圧が見れるように知り合いに加工してもらって、エアサスのエンゲージがついてます。こちらの車はピットロード M さんとリフェクトさんで作成と改造してもらってます。もともと暗い色の方が好きだったので、センターパネルとかコンソール類は黒に塗らせてもらっています。あとワイルドスピードが好きだった影響でフロアは鉄板に交換して、ロールゲージは実際の YSP の劇中車についてあったものを譲ってもらって使わせてもらってます。外装はスタンス系にこだわってるんですけど、内装は自分の好きな空間にしたいなと思ってレーシーな仕様に交換してロールゲージとも入れてます。この車はいろんなところにこだわって作ってきたので、ひとまずはこの形でいろんなところにドライブできたらなと思ってます。心の中にはいろいろしたいことも残ってるので、おいおいいろいろトラックスタンスに近い形で作っていけたらなとも思ってます。トヨタ86になります。年式は2012年式になります。こだわりポイントはこのボディの色と足回りになります。もともと塗装は純正の赤色で塗ってあったんですけれども、自分の好きな色のナルドグレーにしたく塗装し直しました。でキットはもともとロケットバニーの V2 のキットをついてたんですけれども、仕様変更したく、ファンデムのキットをつけました。バンパーとリップはファンデムのバージョン3になります。オーバーフェンダーもファンデムさんのキットになります。ウィングだけは V2 のダックテールを使用させていただいています。ディフューザーはロケットバニーのバージョン2になります。マフラーはリアだけを変えて B フリーのマフラーになります。こちらは、ワークさんのマイスターの M1 になります。サイズは18インチ 10J-30 で、タイヤサイズは2254018になります。ブレーキは、86の後期のブレンボを利用して取り付けて、カラーリングはホンダのカーニバルイエローに塗装してあります。リム差しにする加工については、インナーのフロントフレームを切って溶接して、フェンダーがリムに刺さるように加工してあります。キャンバーはフロントが9度になっていて、アームはメーガンさんの入れていて、ピローアッパーはエアフォースさんの入れています。リアのホイールのサイズは 11.5G のマイナス80になります。タイヤサイズは2653518になります。リアのキャンバー角は7度になります。アームは、純正のアームにブリッツさんのミラクルキャンバーアジャスターを装着してキャンバーをかけています。エアフォースさんのスーパーパフォーマンスキットを取り付けています。
今年にこのオールペンとかワイドキットに変えて満足しているんですけれども、ワイドボディキットのサイズを変更になったので、ホイールの大きさも変えたいので、今後はホイールを変えたいと思っています。トヨタの18マジェスタ平成16年式です。この車のカスタムポイントは塗装です。こだわった部分は色がもともと暗がかった茶色で塗ってたんですけど、黄色みがかかった色に変えて、それと同時にフェンダーを作り変えた感じです。エアロパーツはいろいろなメーカーを合わせてるんですけど、フロントバンパーはモードパルファムです。サイドステップのエアロもモードパルファムです。リアのエアロはこの周りの部分のとこがジョブデザインで、このディフューザーの部分だけワンスターを2個位置してます。フロントの足回りはタイヤが難関の NS2 の23535の19です。ホイールが19インチのレオンハルトのオルデンで、オフセットが 10.5J のマイナス24です。ブレーキがユージーランドボディさんのブレンボです。足回りはロアとアッパーで寝かせて、キャンバー角が12度です。リアのタイヤサイズは難関の NS2 の2853019です。ホイールがレオンハルトオールデンの19インチで、オフセットが 12.5J のマイナス64です。リアの足回りはロアとアッパーで寝かせて、キャンバー角が14度です。エアサスはエアフォースさんのスーパーパフォーマンスキットをつけてます。今後はホイールはこの状態で結構乗ってるので、ホイールとあと塗装もちょっとイメージチェンジで変えてみたいなと思ってます。平成25年式のクラウンアスリートです。この車のカスタムポイントは、前回りのこのフェンダーとボンネットとバンパーが特にこだわってます。フェンダーがロイヤル用に変わってて、そのフェンダーに合わせてボンネットも加工してます。フロントのバンパーは純正に見えますが、車外エアロを純正風に寄せて作ってます。サイドのエアロは TRD をつけてます。リアバンパーはモデリスタで、マフラーが86用の TRD の出口だけ使ってて、サイドの TRD と合わせて使ってます。足回りはホイールは前後通しで TE37 の SL10.5J のプラス12です。タイヤはハイフライの2353519です。ブレーキは前後車外の軽ブレークのブレーキを入れてます。エアサスはエアフォースさんのスーパーパフォーマンスキットを使ってます。以前はイベント仕様で結構キャンバーもついててゴリゴリやったんですけど、今回はもう街中もドライブも楽しめるようにキャンバーも起こして乗りやすい仕様になりました。 GR862021 年式です。カスタムポイントはエアロパーツと足回りのセッティングを似合うように煮詰めました。フロント周りはリバティウォークさんのフロントバンパーを使ってまして、ジャッキアップバーが自作で入っております。サイドのエアロは GR エアロに自作フラップを作って着地できるようにしました。リア周りは自作トランクスポイラーと自作のクリアテールが入ってまして、シルクブレイズのリアディフューザーが入っています。マフラーがロストモデルさんのアームズっていうマフラーが入っています。フロントはケンダの2153518インチに VSXV のブラッシュ取り加工をし 9J のプラスヒールになります。フロントサスペンションはエアフォースエアサスのピローアッパーが入ってまして、ロアアームにフィーディメンドのロアアームが入ってます。キャンバーは10度っていう設定になっています。リアはケンダの2153518で、ホイールが VSXV でブラッシュドにしてまして 9.5J のプラス14になってます。リアはフルアームフィーディメンドが入ってまして、キャンバーは10度になっています。エアサスを選んだ経緯は雑誌でいろいろ体験しましたが、エアフォースさんが一番タンクがかっこよく、システムも一体型でコンパクトになっているので選びました。今後してみたいカスタムは3年の年式が経ったので、イメージを変えたく全塗装をしたいなと思っています。色はグレー系にしたいなと思っています。29年式レクサス IS です。この車のカスタムポイントなんですけど、この前後とものオーバーフェンダーとそれに伴うホイールと足回りですね。アーチャンスピリッツのフルエアロで、オーバーフェンダーもアーチャンスピリッツの専用のボディキットになります。リアのウイングはアーチャンスピリッツさんのリアのウイングになるんですけれども、バンパーとこのマフラーはレクソンさんのものになります。
フロントの足回りのセッティングなんですけれども、サスペンションはスーパーパフォーマンスキット入ってます。アーム類はメーガンレーシングのが入ってまして、でホイールはワークさんの VS のこのステップリム19インチで、タイヤは235の35の19ですね。リアの足回りなんですけれども、まずはこの後ろのオーバーフェンダー、これがありきでホイールサイズとデザインを決めました。アーム類はメーガンレーシングさんので、ホイールサイズは19インチの 11J、メーカーはワークさんの VS です。こっち側は右側はフルリバースなんですね。逆のとこはステップリムなんですけど、逆のホイールはそれがポイントですね。以前に乗ってたカムリの時からMコンフィデンスさんでエアフォースさんのサスペンションをつけていただいたので、使い勝手と機能性デザイン性も良くて、この IS になってももう一回お願いしようと思い、今回もこの IS でお世話になって取り付けていただきました、エアフォースさんを。今の状態でも気に入ってるんですけど、今後はブレーキとか、あと後ろのフェンダーとかを自分なりにちょっと煮詰めてやれたらなと思ってます。日産スカイライン2014年式です。この車のカスタムポイントは、純正のラインを崩さないで作ったナチュラルフェンダーとディスクをブラッシュにしたマイスターがこだわりポイントです。エアロはインパルのエアロになります。ここのコグとデイライトの部分を切り取ってメッシュの網を入れて加工してあります。ホイールはマイスターの M119 インチで 10.5J のマイナス32に日東のタイヤ23535を履かせてます。で短縮ナックルと T ディメンドのフロントアッパーを入れてキャンバー9度の設定にしてあります。リアは 11.5J マイナス33にハイフライのタイヤ26530を履かせてます。アーム関係は T ディメンドのフロントアッパーにメーガンレーシングのフルアームをつけてキャンバー10度の設定にしてあります。エアフォースサスペンションのスーパーパフォーマンスキットです。タンクにツールをつなげてタイヤの空気圧をチェックできるようにしてます。長野県にある宮沢自工さんでエアサスの取り付けから足回りのセッティングまでお世話になっています。この形になって3年経つんですが、もしカスタムするとしたらホイールを変えたりブレーキを入れたり、あとは内装でシート系を入れてみたいなって思ってます。アウディ A7 で2011年式です。カスタムポイントは NBT で作ってもらったオリジナルのワンフォーエアロです。まずはフロントバンパーなんですけど、このラインから流れてきてここの造形をしてもらい、フロントリップももともとはつながってたんですけど形作ってもらって、フェンダーのこのラインも全て NBT でワンオフで製作してもらいました。リアのフェンダーなんですけど、これはスーパーカーをモチーフにしてほしいと言って製作してもらいました。先ほどのブリスターフェンダーからディフューザーにつながるように作ってもらって、ここの開口部なんですけど、ここを立体感出すために少し前にこう出してもらうようにして製作してもらいました。もともとはもうちょっとこう高さのあるような形やったんですけど、それを寝かすように製作してもらい、横の幅もここのラインより大きくなるように製作してもらいました。ホイールがニュートレイルのホイールになります。すべてフルオプションで製作してもらいました。ホイールサイズが20インチのオフセットが 11.5J のマイナス40です。タイヤサイズが日東の NT555 の23535を入れてます。アームはフロントが T ディメンドのアッパーアーム入れてます。フロントショートナックル加工してもらってます。フロントキャンバーはだいたい6度ぐらいです。リアのホイールはニュートレイルのホイール使ってます。オフセットが 12J のマイナス20です。タイヤサイズは23535で、アームは T ディメンドのアッパーアーム入れて、メーガンのトーのコントロールアームを入れてます。リアのキャンバーは10度です。こちらのエアサスはエアフォースのスーパーパフォーマンスキットです。この車が僕の初めての車で、2年ぐらいノーマルで乗ってたんですけど、ネットで調べた時にバランサーが出てきて、でカスタムの相談してた時にエアフォースを紹介してもらって施工することになりました。今後はフェンダーをもうちょっと広げて、インパクトのある迫力のある車にできたらなと思ってます。フロント部分はスピーカー入れ替えてあるんですけど、トランクまだやってないんで、トランクオーディオができたらなと思っています。